みんな、澄んだもんなのだ。今日は、私たちの国、日本に注目していくのだ。ところでみんな、黄金の国ジパングって聞いたことあるのだ。実はね、このジパングっていう名前、当時の中国語で日本国、シーテングって発音してたのが、そのままヨーロッパに伝わったものらしいのだ。びっくりなのだ。さてさて、今日はそんな日本にまつわるニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。トランプ氏のウクライナ支援中断、即応体制に打撃と監視機関という記事なのだ。トランプ政権がウクライナへの軍事支援を一時的にストップしたことがウクライナの戦う力を弱めちゃって、ロシアとの交渉も不利になっちゃったって話なのだ。たった8日間の停止が精密な武器の部品とか弾薬の供給にまで後々悪い影響を残しちゃったらしいのだよ。国の準備体制まで損なわれちゃったってすごく重要なニュースなのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、みんな一緒に見ていくのだ。日本は東アジアに位置する島国で、首都は世界都市の東京なのだ。約1億2500万人が暮らすこの国は、長い歴史と独特の文化を持ち、立憲君主制をとっているのだ。自動車や電子機器、そしてアニメ、漫画、ゲームといった文化産業が有名で、伝統と革新が融合した独特の文化が魅力なのだ。最近は、海外からの観光客誘致に力を入れ、豊かな自然とおもてなしの心で人々を魅了しているのだ。一つ目のニュースなのだ。トランプ、プーチン首脳会談、ウクライナ戦争終結で合意ならず、という記事なのだ。アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領がアラスカ州アンカレッジで会談したのだ。ウクライナ戦争を終わらせるための合意は残念ながら得られなかったのだ。でも、両首脳は今回の会談を生産的だったって言っていたのだ。約3時間の会談だったけど、具体的な中身は何も言わず、質問にも答えなかったのだ。トランプ大統領はたくさんの点で合意したけど、いくつか大きな点はまだ達成できてないけど、進展はあったのだって言ってたのだ。後ろには平和を追求って書いてあったのだ。二つ目のニュースなのだ。トランプ氏のウクライナ支援中断、即応体制に打撃と監視機関という記事なのだ。トランプ政権がね、ウクライナへの軍事支援を一時的にストップしたことがあったのだ。それがウクライナの戦う力を弱めちゃって、ロシアとの交渉も不利になっちゃったんだって、アメリカ欧州軍の評価で明らかになったことなのだ。今年の3月にね、たった8日間だけだったんだけど、この支援停止が実際の紛争にすごく影響しちゃったのだ。精密な武器の部品とか、155mm の弾薬の供給にも、後々まで悪い影響が残っちゃったのだって、国防総省の監察官の報告書にそう書いてあったのだ。この一時停止のせいで、ロシアとウクライナの停戦が進まなかったり、ウクライナが国の主権を取り戻すのも難しくなっちゃったんだって、欧州軍も監察官にそう伝えているのだ。国の準備体制が損なわれちゃったのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプ氏、習氏がアメリカ大統領在任中は台湾侵攻せずと語ったと明かすという記事なのだ。トランプ元アメリカ大統領が中国の習近平国家主席から自分が大統領の期間中は台湾に攻め込まないと直接言われたって主張しているのだ。この発言はロシアのプーチン大統領との大切な会談を控えた金曜日にFOX ニュースのインタビューで話されたのだ。トランプ元大統領は飛行機の中で中国の習主席と台湾の関係はとても似ているけど、私がいる間は絶対に起こらないって信じているのだ。これからどうなるか見てるのだって言っていたのだ。今日のニュースはトランプ氏に関する国際情勢がメインだったのだ。ウクライナ戦争の終結や台湾問題など
世界の平和に向けた道のりはまだ遠いけれど、希望を捨てずに見守りたいのだ。対話が平和への一歩になることをずんだもんは信じているのだ。みんなが笑顔になれる未来が来るのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。